こんにちは、スタジオ FW のふわわです。この動画はスタジオ FW の星を飲むバーラウンジをお家で気軽に楽しんでいただくために制作しました。浮かせなしでアパルトメント、個室で制作可能です。初めての解説動画ですので、分かりづらいところなどありましたらコメントにてご質問いただければ幸いです。使用家具は概要欄に載せておきますのでご確認くださいませ。事前準備としてキーボードの方はキーバインドのシステムを開きます。今回倉庫からサブコマンド配置を利用しますので、サブコマンドのキー配置を確認してください。実際に倉庫からサブコマンド配置ができるか試してみます。台座に載せる機能をオンにしてステージパネルを設置します。イミテーションオブロングウィンドウを所持品から取り出してもステージパネルには設置できません。一度窓を倉庫に入れてから倉庫から再び選択し、配置したい場所に移動させます。デフォルトではキーボードの方はアスタリスクキー、コントローラーの方は四角ボタンでサブコマンドが開きます。キーボードの方は再度アスタリスクキーを押し、コントローラーの方は丸ボタンでサブコマンドから配置します。またこのように家具の上に矢印が出てしまうと見栄えが悪い場合があります。キャラクターコンフィグからネームプレート設定、NPC、ハウジング家具の項目をターゲット時に変更します。すると家具の上の矢印が消え、ターゲットした時のみ表示されるようになるのでおすすめです。事前に内装を変更しておきます。床はホワイトマーブルフローリングに、天井照明はエルダハンシーリングファインライトに変更します。最終的には照度0になります。お好みの天井照明を選択していただいても構いません。それでは作っていきましょう。まずはじめにステージパネルを入り口の扉の壁際に置きます。中心線から2グリッド横に移動させ、壁ギリギリで設置できる位置に設置します。倉庫から畳ロフトを取り出し、サブコマンドから配置するを選択します。ステージパネルより2グリッド中央に寄せ、天井ギリギリの壁の位置で設置します。反対側も2グリッド中央に寄せ、畳ロフト同士が接するように設置します。これを繰り返し合計8つの畳ロフトを設置していきます。天井の完成です。次に入り口とは反対の壁際にステージパネルを2つ並べて設置します。壁から一番近い線より1グリッド壁際に設置します。ウォーターパーティションを取り出し縦に設置していきます。一度娘に沿って動画の位置に設置してから1グリッド下に移動します。回転モードに切り替え、時計回りに1グリッド回転させます。右側も対称になるように設置していきます。何置きでモーグリランプを1つウォーターパーティションの間に設置します。マジックスカイスケープスタイリースカイをモーグリランプのポンポンだけが出る位置に調整し、中央に設置します。台座に乗せる機能をオフにしてショーケースを取り出し回転させます。マジックスカイスケープにショーケースがギリギリ隠れる位置に設置します。台座に乗せる機能をオンにして倉庫からアンティークウォールシェルフを取り出します。マジックスカイスケープの上の木枠から1グリッド下に移動し、サブコマンドから配置するを選択します。ショーケースを設置したアンティークウォールシェルフがギリギリ隠れる位置に移動します。
先ほど設置したアンティークウォールシェルフより1グリッド下に移動させ、サブコマンドから配置していきます。これを繰り返し合計6つのアンティークウォールシェルフを設置します。設置が完了したらショーケースを撤去します。1段目にジャンプし、階段として登れること、配置が等間隔であることを確認してください。一度先ほど設置したマジックスカイスケープを撤去します。台座に乗せる機能をオフにしてショーケースを取り出し回転させます。ステージパネルからショーケースが見えるギリギリの場所から手前に6グリッド移動した位置に設置します。台座に乗せる機能をオンにして倉庫からマジックスカイスケープスターリースカイを取り出します。マジックスカイスケープの下の木枠が床に埋まらずに見える位置でショーケースの中央にサブコマンドから配置します。ショーケースをしまい、先ほど撤去したマジックスカイスケープをポンポンの位置を目安に設置し直します。ショーケースを取り出し、2段目にカーバンクルランタンを3つ設置していきます。1つ目を左側の手前にギリギリの位置で設置し、その後は等間隔で設置していきます。真ん中のカーバンクルランタンだけを180度回転させます。台座に乗せる機能、グリッド機能の両方をオフにして、ウッドショーケースをマジックスカイスケープの中へと移動させます。マジックスカイスケープの中央より左側にカーバンクルランタンがはみ出さないギリギリの場所に調整し設置します。台座に乗せる機能、グリッド機能の両方をオンにして先ほどと同じように設置していきます。台座に乗せる機能、グリッド機能の両方をオフにして今度は反対側に設置していきます。位置積み調度品リストからウッドショーケースを選択し1つ撤去します。部屋を出てもう一度入り直します。するとカーバンクルランタンの上部が少しはみ出しています。台座に乗せる機能をオンにしてマジックスカイスケープをカーバンクルランタンの上部が隠れるギリギリの位置で再設置します。よそポスラウンドテーブルを取り出し、マジックスカイスケープの中でお好きな角度位置に設置します。台座に乗せる機能をオフ、グリッド機能をオンにしてショーケースを取り出します。一度縦に設置してから回転モードに切り替え、時計回りに2グリッド回転させます。このままショーケースをマジックスカイスケープ近くへと移動します。台座に乗せる機能をオンにして倉庫からアンティークウォールシェルフを取り出します。ショーケースの背面に押し当てるようにするとアンティークウォールシェルフの角度が固定されます。トレイテーブルのイメージですので、好きな位置に移動させサブコマンドから配置するを選択します。ショーケースは撤去します。ホワイトスクリーンを2つステージパネルがギリギリ見えない位置に並べて設置します。グリッド機能をオフにしてツインクッションを2つマジックスカイスケープの上に並べていきます。ホワイトスクリーンから少しだけ距離を空けてお好みの位置に設置し角度を調整していきます。後ほどでも細かい調整が可能ですので、おおよその位置に設置します。
ニッティングウールを3つ、糸玉がクッションに隠れるように設置していきます。今回は星々が目立つようにトーンの低い色を選択していますが、お好みで変えていただいて構いません。ハンドルセットを3つホワイトスクリーンの近くに設置していきます。台座に乗せる機能をオフにしてファーマーズヘイベッドを取り出します。エモート「居眠りする」をするとマジックスカイスケープなので眠れるようになります。ニッティングウールの上に頭が乗るお好みの位置や角度で設置します。何度かエモートをして調整してみてください。エッジをやり直したい場合は調度品リストからファーマーズヘイベッドを撤去します。今回はファーマーズヘイベッドを2つ設置し、居眠りするとこのように眠れるように調整しました。一つだけ違う色に染色しておくと撤去したいファーマーズヘイベッドが調度品リストから分かりやすいためおすすめです。台座に乗せる機能をオンにしてブルーフェザーアストロラブスを手前の星々だけが見えるように設置します。照明の調整から実際の明るさである照度0に設定します。ウェットショーケースを取り出し、一番上の段にアーティリスグローブを設置します。台座に乗せる機能をオフにしてウッドショーケースが見えなくなるようにお好みの位置で設置します。台座に乗せる機能、クリット機能の両方をオンにしてウッドショーケースを取り出します。一度床にインダイレクトランプを2つ設置し、家具メニューを閉じて両方とも点灯させます。インダイレクトランプをウッドショーケースの2段目中央に設置し、ファン時計回りに90度回転させます。2つ目のインダイレクトランプもウッドショーケースの2段目中央に設置し、時計回りに90度回転させます。最終的にこのような重なり合った形に設置します。台座に乗せる機能、グリッド機能の両方をオフにしてウッドショーケースをマジックスカイスケープの大体中央に設置します。目を出てもう一度入り直します。するとインダイレクトランプの上部がマジックスカイスケープから少しはみ出てしまっています。調度品リストからホワイトスクリーンを2つ一時的に撤去します。台座に乗せる機能をオンにしてインダイレクトランプがギリギリ隠れるようにマジックスカイスケープの位置を調整します。グリッド機能をオンにしてホワイトスクリーンを先ほどと同じ位置に再設置します。調度品リストからアーティリスグローブが載っていない方のウッドショーケースを撤去します。ここで家具の選択になります。モーグリオーケストリオンはオンラインス
ストアで購入できる卓上型の自動演奏装置です。曲を流すとモーグリが回ってポンポンが光り、譜面が動いたり様々なエフェクトを楽しむことができます。今回はモーグリオーケストリオンを使用しますが、代わりにオーケストリオンフォノグラフもおすすめです。グリッド機能をオフにしてワインバレルを一度床に設置します。モーグリオーケストリオンをワインバレルの上に設置します。オーケストリオンのプレイリストにお好みの曲を追加し再生します。ワインバレルごとモーグリオーケストリオンをお好みの位置に設置します。もぐもぐソファーを3つ、下のソファー部分が見えないように注意しながら設置します。後ほど微調整も可能です。台座に乗せる機能をオフにしてモーグリランプを2つ設置していきます。このようにはみ出して設置してしまった場合は、調度品リストから目的のランプを撤去して再設置してください。台座に乗せる機能をオンにしてワイングラスを2つ設置していきます。フルーツフレーバードリンクセットをお好みの位置に設置します。作業しやすいように照明の調整から照度5に設定します。台座に乗せる機能をオフ、グリッド機能をオンにしてホワイトスクリーンを取り出します。スクリーンが部屋の内側を向くように回転させ、床のラインを参考に線より1グリッド奥へ移動し設置します。反対側のホワイトスクリーンは水平線よりも1グリッド奥、数直線よりも1グリッド内側に設置します。ページパネルをホワイトスクリーンにギリギリ隠れる位置に設置していきます。ページパネルを新たに4つつながるように設置していきます。ホワイトスクリーンを新たに2つステージパネルがギリギリ隠れる位置に設置していきます。ホワイトスクリーンを1つ入り口から2本目の線に合わせた後、1グリッド手前に移動します。次に向かって左側へ4グリッド移動させます。回転モードに切り替え、反時計回りに3グリッド回転させます。新たにホワイトスクリーンを取り出し、先ほどと同じように1打2本目の線に合わせ、手前に1グリッド移動させます。今度は向かって右側に6グリッド移動させます。回転モードに切り替え、時計回りに3グリッド回転させます。新たにホワイトスクリーンを取り出し、2本目の線に合わせて設置します。最終的にこのような形になれば成功です。ホワイトスクリーンを2つ左右のステージパネルがギリギリ隠れる位置に並べていきます。ページパネルを取り出し、一度内側に向けてから反時計回りに3グリッド回転させます。
先ほど斜めに設置したホワイトスクリーンの中でステージパネルがギリギリ見えない位置に設置します。2つ目のステージパネルは時計回りに3グリッド回転させ、同じようにギリギリ見えない位置に設置します。目を出てもう一度入り直します。一度天井を確認してください。このように設置した畳ロフトが他の家具に座れてずれてしまっていることがあります。調度品リストからずれてしまった畳ロフトを見つけ、倉庫に入れるを選択します。グリッド機能をオンにして倉庫から今撤去した畳ロフトをサブコマンドから配置していきます。この際、設置面を入り口の壁ではなく天井の畳ロフトに向けて設置していきます。部屋を出てもう一度入り直し、天井がずれていないことを確認してください。照明の調整から実際の明るさである照度0に設定します。グリッド機能をオフにしてウォーターパティションを2つホワイトスクリーンのそばの好みの位置に設置します。台座に乗せる機能をオフにしてカーバークルランタンを2つマジックスカイスケープの中に設置します。お家で星を飲むバーラウンジがほぼ完成しました。設置数は100分の79です。ここからは好みの家具で宇宙を作っていってください。宇宙の誕生の瞬間にも音があったと言われています。今回はそんな宇宙と密接な関係がある音楽に焦点を当て家具を配置していきます。家具の中にキャンドルセットを設置していきます。放置した家具が炎の揺らめきに美しく照らされます。家具が小さい場合はバナナランタンもおすすめです。台座に乗せる機能をオンにしてウッドショーケースを取り出しカーバンクルランタンを2段目に設置します。台座に乗せる機能をオフにしてシャンパンの泡と星々をお好みの位置に追加していきます。この時の注意点ですが、下段のマジックスカイスケープの上に設置しないとウッドショーケースを撤去することができません。下段のマジックスカイスケープよりも奥に設置したい場合はウッドショーケースを撤去せずに設置する必要があります。このようにウッドショーケースの2段目でなるべく間を空けてカーバークルランタンをランダムに設置します。ウッドショーケースごとカーバークルランタンを設置してください。これで完成です。残りの設置数6つでクリスマスアレンジをしてみました。
家具を撤去することなくそのまま置くだけで様々なアレンジができますので、シーズンに合わせてお楽しみください。長時間のハウジングお疲れ様でした。作っていただいたお部屋は X にてラジオ FW タグをつけて投稿してくださると嬉しいです。このお部屋のスタジオとしての公開はお控えくださいますようよろしくお願いいたします。今後もゆっくりですがハウジング制作動画を作っていく予定ですので、またお会いできれば幸いです。最後までご視聴いただき